お願いします。もういいの？はい。じゃあ始めましょう。はい。皆さんこんにちは。こんにちは。スタジオです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ちょっとその発端や経緯やネットワークについてっていうことで、プレゼンみたいな話をしていけたらなと思うので、よろしくお願いします。お願いします。加藤さんがこの発端として一人いるんですけど、彼が学生時代に相模原地域の、スタジオ、アーティストのスタジオをフィールドワークをしていて、それでわりかしこの相模原地域にあるスタジオっていうのを把握していたっていう経緯があるんですよね。はい。学生時代からスタジオのアーティストと関わることであったりとか、あとスタジオ内でそういう企画とかのことに関わったこともあって、で同世代がスタジオを構えているっていうことを知っていたので、ずっと調査していたんですね。でそれが20数個ぐらいあって、でちょうど今僕はアートラボ橋本という相模原市のアートセンターで働いているんですけれど、そこの2年目の時に、一斉にオープンスタジオを企画したいなと思っていたところで、ちょうど山根君に話をしたっていうところで、ちょうど山根君の方でもオープンスタジオをそれとは全くその時は加藤さんのことを全然知らなくて、加藤さんがこの相模原地域のスタジオを集めてオープンスタジオをやりたいっていう思いも知らなかったんですね。ただそれと並行して、僕がスタジオを構えていた場所の近くに井出健二さんっていうアーティストがスタジオを構えていたんですけども、その彼と出会って、近いし一緒に何かできたらいいなっていうところを持って話していたところ、加藤さんがある思惑を持って僕たちに接触をしてきたっていう感じなんですね、僕の意識としては。はい。ちょっと場所の説明だけしますか。相模原市のこのそうだね。相模原市、海外の人もいるので、相模原市っていうのがどこかっていうと、最初に今日本が見えていて、だんだん関東があって、東京は今どこですか？東京。はい。で、相模原市はどれぐらい離れてるかっていうと、電車で40分ぐらい、1時間ぐらい。新宿から40分ぐらいですね。はい、関東平野の真ん中にいます。はい。で、特徴的なのが、ここ実はその美術大学が多くて、多摩美術大学であったりとか、東京造形大学、女子美術大学っていう、日本の中でも大きい美術大学が複数所在する地域でもあって、でその関係もあって、スタジオだったり卒業後にスタジオを構えるアーティストが多いっていうこともあって、本当にその制作が生活圏の中で近い場所っていうところが面白いなと思って、僕はこれをスタジオをちょっと調べるっていうことになりました。そうですね。なので最初の初年度からアーティストが思っていたことと彼が構想していたことっていうのが同時に進行している状態だったっていうことが一つこの話を進めていく上でポイントになるのかなと思っています。で、初年度と、次年度2013年14年は相模原市の主催で行われたんですけども、2014年度2年目になってスーパーオープンスタジオネットワークっていうアーティストの団体が作られるんですね。これは何かっていうと、加藤さんが、フィールドワークで探し当てたスタジオを一斉にオープンするっていう試みっていうものがアーティスト主導で何か積極的にそれに対してどう関わっていけばいいのかっていうような話も含めてアーティストのネットワークを作っていくっていうことを念頭に、命名され組織されたんですね。でその後ちょっと事件もありまして、加藤さんがねちょっと僕が2年目、3年目、2年目の時に、はい、アートラボ橋本1回離れるんですけれど、でその離れたってことが事件ってこと。そうですね。でなんでこれが事件かっていうと、
今日は20数件あるスタジオを一斉に公開するっていうことの催しを彼はやっていたんですけど、じゃあアーティストがそれを主体的にやりたいかどうかっていうことは実際こうまだ僕たちの中でもはっきりしていなかったというか、なんかこう加藤さんがやるっていうからやってたっていう側面もあったんですけど、こう集まったスタジオをどう束ねていけばいいのかみたいなのを中心に動いていた井出さんなり千葉雅也さんなり僕なりっていうのがちょっと考えあぐねいたというか、それをどういうふうに引き受けて主体的に活動していけばいいのかっていうことについて、自覚をするきっかけになった事件というか出来事だったんですよね。で、そうやってその相模原市っていう公的な公的な組織と、アーティストっていうどこかオルタナティブな活動を常にやっているような組織っていうものがどういうふうにこの8年間を進んできたかっていうのは、ご想像の通り、決して一長一短ではないし、ぶつかる部分も多々あったし、でもお互いがやりたいことをやりたい時に同じような、場所にいるので一緒にやろうかっていう具合にやってきているっていう感じなんですね。で、そうこうしているうちに、年代が経っていって、今、中心に座っている若い人たちも、入ってきてくれていて、逆に僕が聞きたいのはどういうふうに見えていたかっていうことなんですよね。オープンスタジオ自体はオープンスタジオ自体は。私はその在学中に初めてオープンスタジオに来て、最初は本当にこんなにたくさんのスタジオが相模原市にあることを知らなかったんですね。スーパーオープンスタジオのパンフレットを見て初めて知るという形で、それぞれのスタジオの距離も、車がないとあんまり回れないぐらい離れてるんですけど、それで一日中回って、その卒業後の展望だとか、こうやってアーティストは卒業後も制作を続ける人は制作を続けてみたいなのが見れたのはすごい良かったです。だからまさかその時は自分が運営に入るとは思ってなかったんですけど私も今のスタジオに入ったきっかけが学部3年生か4年生の時にアートラボで展示をしている時に、加藤さんに卒業後の制作場所を探しているっていうお話をしたら、ちょうどその時車を出して一緒に回ってくださって、今は山根さんと同じスタジオなんですけど、やっぱり学生の時ってなかなかリアルなアーティストと触れ合うっていうのがなくて、やっぱり教授とか非常勤の先生とかだったから、卒業してからの方が制作することと生活がよりリアルになったっていうのはありましたね。そうですね。なんか今青山さんが水上さんが言ってくれたことっていうのがすごく大切で、そのアーティストにとって、スタジオを構えて制作するっていうのは、当たり前のことだと思うんですね。で、それで発表をしていくっていう活動をするんですけども、近くにこれだけアーティストがいて、実際このスーパーオープンスタジオを始めるまでは全然お互いのことを知らなかったんですね。けどこれがきっかけでそのアーティスト同士のコミュニティなりネットワークができることによって、よりお互いの制作に関しても言い合ったり、新しい出会いで新しい展示が生まれたりとかっていうことが起こるので、そのネットワークを作っていったり広げていくことによってアーティストがそれぞれ独自にコミュニティを拡大していくっていうことがこのネットワークの中で生まれてきたのかなっていうふうには思うんですね。一方でその相模原市っていうのは別の思惑があったんですよね。相模原市の方ではまずはこの地域の特色ってじゃあ何だろうってところってまだまだ本当にいろんなアイデアがなかったっていう、横浜市だったりとか、東京に比べると発表展示の場所っていうのがないので、文化芸術の振興のところでどういうふうに特色を持たせるのかっていうのがまだはっきりしてなかった。で、
なんでスーパーオープンスタジオを取り上げたいのかというところで、やっぱりそういうアトリエがある、スタジオがあるっていうところが何かカラーになっていけたら、市としても面白い場所になるんじゃないのか、それがシティセールとシビックプライドみたいな形で文化振興につながっていくきっかけになったら面白いのかなと思って、その多数のスタジオに声をかけてオープンスタジオをやりました。で、じゃあ8年間こうやっていって、じゃあどうだったかっていうと、徐々になんですけれど、市の方でも注目したりとか、あと小山さんが言ったスタジオを探してくる人たちとか、結構問い合わせがあったりとか、市の施策の中でもやっぱりその空き家とかの問題っていうのはこれからやっぱり出てくる時とかに、オープンスタジオやってるんですよっていうところって、じゃあそういう使い方ってできるんですねみたいなところで少しずつなんかこういう8年やってたっていうところがあるから、その情報を知ってて市の人たちとかは注目はしてるのかな。乱暴に言っちゃうと、シティプロモーションと、文化振興の公的サービスっていうことですよね。乱暴な言い方で言うとそうですね。それはなんかその2人が入ってくる前に、その市とのアーティストとの共同の関係っていうのはどう見えてました？なんか私、その市と共催っていうのにあんまりフォーカスして見てなくって、何もしてないときはアーティストが自分たちで主体的に動いてるって見えてました。で、実際運営に入ることになってしまってでその決してアーティスト主体だけでこの試みっていうのが進んでるわけではないっていうのをもう分かってる、気づいたと思うんですけど、そうですね。そこら辺はどうでした？いや、かなり助けられてる部分が大きいんだな、実は。それはなんかなんだ、がっかりみたいなことなかったですか？でも実際やってみると、その自分が普段やってる制作の時間と、その生活のためにやってる仕事と、オープンスタジオの運営のことってなると、やっぱりどうしてもアーティストだけでは回らない部分が結構あるなって感じたのは事実で、そこの仕事の分担をどうやっていくかっていうのが、その作業的にならないための工夫っていうか、面白くするとこときちっと事務的にやっていかなきゃいけないことを整理していくのはすごい、こういう大きい状態で何かやるっていうのは大事なことなのかなって思います。僕が初年度から関わってきて7年ぐらいかな、6年ぐらいでちょっと身を引いたんですけど、それまでに思ったのは、もちろん最初は無自覚に始めたことなんですけど、僕が考えたことっていうのは、スタジオっていうのはアーティストにとって素敵な空間で、誰かお客さんを呼ぶっていうことではなくて、本当私的に作品を作っていくっていう場所だと思うんですね。ただそれが、共同スタジオっていう風になってしまうと、ある程度公共的な場でもあるというか、完全に自分一人のスペースではないので、何かしらそこにルールなり何なりっていうのが生まれてくると思うんですね。でそのルールなり何なりっていうことに対してアーティストっていうのは何かアクションをしていくっていうことが、往々にしてあると思うんですけど、それを共同スタジオ間で行うっていうよりも、相模原地域や他の地域のスタジオやアーティストたちと関わっていくことで、新しい社会だったり公共圏だったりするものを作って拡大していくことによって、自分たちが社会を作っていくとか、自分たちの生きやすいやりやすい形の社会を作っていくっていうことができうる可能性があるのかもしれないというふうに思っていて、で、2人も今年京都の人と京都のスタジオと北海道のスタジオと他どっかやったっけ？あとはあれですね、東京にある同年代のスタジオなどお呼びしました。一緒にやってみてどうでした？いや、すごい面白かったですよね。なんかその規模感も集まった理由とかスタンスとかも全く違う人たちが喋れて、こういうスタジオの運営方法があるんだとか、あとなんかネズミ駆除はどうすればいいのかみたいな、そういう話までできて、こちらとしては結構楽しい
時間となりました。うんやっぱり私はもう上京してからずっと相模原でスタジオも相模原に借りてるから、その近辺でのスタジオの雰囲気みたいな、アーティストの雰囲気、スタジオの雰囲気っていうのしかあんまり知らなかったけど、やっぱりただスタジオに遊びに行くんじゃなくて、そのスタジオの中でのルールだったりとか、そのメンバーのこう結成の仕方とか場所の使い方っていうのを知れたのは、やっぱアーティスト単体で知るよりもいろいろこう得るものが大きかったし、これからじゃああそことはこういうことやってみたいとかって次につながる企画になったと思います。あれですよね、2018年、19年だ、2019年に山根さんが企画されたスタジオステイというイベントに参加していただいたナイボノさんもこう引き続き2020のイベントでもお呼びして、何ですか、こう局所的なつながりとかではなく、こう継続してつながっていけるような感じになっていけたらいいなと思ってますね。やっぱりそのシェアスタジオだとなんだろう、途中でこうひょんなことからつながりが、あ、この人ここにいたんだみたいな、そういうつながりでこう今までできなかったことができたり、話がスムーズにいったりとかするっていうのが、やっぱりそういう、一人のスタジオの人ももちろんそのメリットデメリットあると思うんですけど、シェアしてるこういいところなのかなっていうふうに思います。今後の展望とかってありますか？今後の展望、でも去年今年で私がぼんやりと考えていたのは、今その相模原市のスーパーオープンスタジオは、アーティストがこう120人約100人超のアーティストがこう所属しているんですよ。で今まではその相模原市という地域で集まった団体だったんですけれど、それをちょっとこう広げるというか、なんていうんですか、こうもっとこう外のスタジオとの関わりも今後増やしていけたら楽しいのではないかみたいな思いは、もうマジのとか言ってたんですけど、本当のスーパーオープンスタジオみたいな。でもこれは個人個人で思いが違うと思うので、私の思いって感じで私が考えていたことですね。確かにナイボノさんとかの話聞いてたりとか、京都のエムコスさんの話聞いてて思ったのは、やっぱり相模原のオープンスタジオの特徴って全員でこう波長を合わせるっていうよりかは、そのやりたい人たちが何かポツポツと勃発してって、そこにこう巻き込まれたい人とかがこうどんどん関わっていろんなことが起きていくっていう、ちょっとある意味の緩さというか、こう決まりのなさみたいなのでこう長く続いてたり、偶然的に面白いことが起きたりするっていうのが多いと思ってて、で今年は私と水上さんがその運営というか1日だけの、ウェブのオンラインイベントとかを企画したりとかしたんですけど、やっぱり相模原から始まっていろんなところにそれぞれがこう手を伸ばしていくみたいな方がこうやりたいことができたり、相模原に限らず相模原からみたいな考え方もできるんだなっていうのは今年やって思いました。そうです。2人が今言ってくれたことが本当に僕もそうかなと思っていて、たまたま相模原にみんな居合わせただけで、何か最初からみんなで集まったわけでは決してないんですね。で、みんなが気づいたらいて、でなので市からすればある意味で地域振興みたいなことも、シティプロモーションみたいなことも入っているのであれば、その地域系アートみたいな風に捉えてるかもしれないけれど、僕たちにとっては別にこの相模原市に何か文化的な意味合いとか、そこに惹かれてきてるわけでは決してなくって、なのでそのアーティストからすればその地域系アートでは決してないんですよね。でそうした時にじゃあどういう、ことなのかっていうと、それこそ共同スタジオを構えることによって小さな集団ができる。でスーパーオープンスタジオっていう相模原でやってることでちょっと大きい集団ができる。でそれが京都であるとか北海道であるとかっていう集団とつながることで、超集団的なネットワークを構築していくことで、それぞれのチャンネルだったり可能性を増やしていくっていうことが
今後活発になっていけたらいいかなと僕は個人的に思っています。で、最後もうそろそろ時間も来てるので、何か締めたい人ちょっと地域相模原市っていう市の機関としてのプロモーションっていうのはもちろんあるんだけれど、今回今年ワンデーオープンスタジオっていうオンラインでオープンスタジオを企画して、で市としてもいろんな事業がいろんなことで中止になって、やっぱりそこでどうしようかみたいなところで、他の文化振興だけじゃなくてみんなあって、でそこでアーティストとのアイディアで、そのオンラインでやっていこうっていうアイディアがいろいろとあって、この集団、さっき山根君が言った超集団っていう、複数の人たちの考え方のあれを可視化する、それを広げることによって、市としてもこういうやり方があるんだっていう学びにもなるし、そのアーティストのアイディアっていうのがすごい参考になって、それが他の部署であったりの、じゃあオンラインのやり方とか、じゃあオンラインじゃない、オンラインと半分対面式でやっていこうとか、そういうアイディアの方向でもすごくあって、だからその入って公共性のところっていうのを、アーティストがいろんなアイデアがあるっていうところで、僕たち市の方の行政機関としても学びになっていくっていうところが、すごくそれは僕は地域振興だけじゃない部分で、すごく市としては本当にそれってメリットになるんだなっていうのは感じて、財産だなと思います。っていうのが、そこは僕のまとめになっちゃうから。加藤さんが最後っていうの嫌だから。それはそうだね。それはそうです。どうしよう。誰ですそうだね。SOS2020 はコロナ禍の、今の情勢を踏まえて、例年のような一斉開催ではなく、人ができるだけ密にならないように、スタジオ個々でスケジュールを決めて、分散して開いて、今も開催中ですので、詳しくはホームページでご覧になってください。後ろの映ってるワンデーオープンスタジオのページと別にスーパーオープンスタジオで検索していただくと今年のホームページが出てきて、出たりするか出ないか忘れますか。ありがとうございます。でここの下の方に行くとカレンダーが出てくるんですけど、ここにそのスタジオ各自がスケジュールを埋め込むと、その日このスタジオが何かやってるよっていうのが見れたりします。で今は割とスカスカだけどそうですね。11月とかはね、何件か空いてたり、イベントをしてたりとかするので、もしよければ覗いてみてください。はい。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。